はい、皆さんこんばんは、友太郎でございます。2022年のワールドカップが終わりまして、みんな評価はどうですかね。私はその日本代表もドイツとスペインっていう強豪に勝ってくれたっていうことで本当に100点満点だと思ってます。で、今日はですね、東南アジアで日本代表はどう評価されているのか、でそして私が子供だった頃の1980年代の日本代表とか、その日本サッカーが置かれていた状況っていうのをですね、比較していきたいなと思います。で、今回ワールドカップで私はパブリックビューイングっていう、その大きいスクリーンでみんなで見るっていう状況でですね、そこで取材しに行ってローカルの人たちの反応も含めて動画にしてあります。で、撮影してて私がすごく感じたのが、驚いたのが、このシンガポールっていう国では日本代表を応援してくれている人っていうのがですね、私が予想していたよりもはるかに多かったっていうことなんですね。で、普段そのシンガポール歩いてても、その日本代表のユニ着てる人っていうのは結構いるんですよ。で、私はもうかれこれ何十年もこの国に住んでて、2010年ぐらいから日本代表のそのワールドカップ挑戦っていうのをシンガポールから見届けてきてるんですけども、特に2018年のワールドカップ以降、ベルギーとの決勝トーナメントですごい死闘を演じて、1回戦で結局負けちゃったんだけども、その大会の後ね、ベルギーリーグっていうのが日本の実力を認めてくれて、日本人選手っていうのを多く受け入れてくれるようになったんですね。そこを皮切りに、ブンデスリーガとかプレミアへステップアップするっていう日本人選手っていうのが一気に多くなったんですよ。そのニュースっていうのは、当然英語でも配信されるから、東南アジアのコアなサッカーファン、つまりそのサッカーファナティクスですよね。で、そういった人たちにとってはですね、日本人がどのリーグで活躍して所属しているのかっていうのが、我々日本人のサッカーファンよりも詳しく把握している人結構これいるんですよ。意外に思うかもしれないんですけども。で、私のそのワールドカップの動画でシンガポール人にインタビューしても、日本代表のそのイメージっていうのが、技術的に優れていて、最後まで諦めずに戦う精神っていうのがあって、わがままを封印してチームのために捨て身でこう走り続けると。で、さらに不要なファールとか時間稼ぎをしないっていうクリーンなチームのイメージっていうのが強くて、やっぱすごく人気なんですよね。で、私は日本代表ってそれまではその日本人しか応援しないものっていう先入観があったんだけど、今では海外にも日本代表のファンっていうのがもうすでに一定数いるっていう状況なんだなっていうのがすごく感じました。ただそういったなんていうの、現在の恵まれた日本代表とか見てるとね、私が子供だった頃のその日本サッカーとか日本代表が置かれていた状況とをこう無意識のうちにですね、比較しちゃってですね、切なくなるんですよね。で、J リーグができたのっていうのは1993年なんですけれども、私がサッカー小僧だったのは1980年代で、その当時は当然 J リーグもないから、その前身である日本リーグっていう、実業団のアマチュアリーグだったんですよ。その頃っていうのは日本サッカー試練の時期、もう暗黒時代って呼ばれてたんですね。で、当時っていうのは金もない、設備もない、お客さんも来ない、そして実力もないっていうこの四重苦で、まず給料なんだけど、選手ね、日本リーグに所属しているそのサッカー選手っていうのはみんなサラリーマン扱いなんですよ。で、読売クラブとか日産とかマツダとか古川電工とかそういったところに朝出社して普通にリーマンとして働くんですよ、午後まで。で、給料も25万とか30万とか、午後まで働いて午後からサッカー場に行って練習して、週末にその日本リーグの試合があるんですよ。で、その週末の試合で勝てば勝利給が数万つくっていうことなんだけども、これも結局人気クラブの読売、今のそのベルディだよね、あと日産、今のマリノス、そういった有名なプロ志向のチームだけそういった勝利給っていうのも備わってて、他のチームの選手っていうのはもう本当に普通の他の同僚と同じ給料でサッカープレーしてたんですね。で、あと芝、これもひどかった。9月以降だよね、いっつも枯れてるんですよ。で、メンテナンスするお金がないんですよ。だからいつも枯れてるの。で、スタジアム、その
当時の東京でいうともうこの的村スタジアムっていうのは旧国立と国立西が丘っていうこの2つだけなんですよ。で当然その日本リーグもいくつもチームがあるからこの2つの球技場が使えない場合っていうのはどこぞの大学 OB とかのつてを使ってどこぞの大学のサッカー場っていうのをサッカーフィールドを使わせてもらってそこでもう試合をするともうまさに野良試合だよね。そんな状況だったんですよね。観客数これもひどかった。さっき言った日産と読売これはもう当時でも伝統の一戦クラシコだったんでこのチームが2チームが試合をする時っていうのはある程度何千人かお客さんは集まったんです。だけどその他のチーム例えば古川電工今のジェフとか三菱重工この今の浦和レッズですよね。そういうチームの試合だともうお客さんなんて400人とか500人ぐらいしか集まらないんですね。でそのほとんどが親友とか選手の家族とか選手の卒業した高校の先輩後輩とかあと一部のその既得なうちの親父みたいなねあとその連れられた子供みたいな既得なサッカーファンのみなんですよ。でそれでチケットも全然売れないわけだから当然各クラブ読売とか日産以外っていうのは普段の練習場にも夜間照明がないんですよ。つまり冬になると日の入りが早くなっちゃうから夜間はもう練習もできないっていう状況ですね。でつまりもう何が言いたいのかっていうともうサッカー選手がサッカーに集中できるような環境じゃないんですよ。だから当然日本代表にも実力が全くなくてでその頃のにもそのオリンピックとワールドカップの予選っていうのがあったんだけどもう日本代表っていうのは予選敗退を繰り返してます。で例えばロサンゼルスオリンピックなんかはもうこれ日本サッカーの氷河期真っ只中なんだけどもタイとマレーシアイラクあと中東のちょっと記憶定かじゃないんだけど UAE かカタールだったと思うんだけども4連敗してるんですよ。で特にタイに限っては当時国立でねピアポンっていう選手がハットトリック決めてもう残念ながら日本5対2で負けてるんですよ。で予選敗退オリンピックに出場できないよっていう状況になってでさらに1988年だと、これソウルオリンピックなんだけどもその当時キャプテン翼っていうアニメがテレビで放映されててでそこの日本代表のユニフォームを基調に実際にデザインしてそれを日本代表に着せてオリンピックの予選に臨んだんですけども最終的に中国に2対0雨の降りしきる中国立でやってですね日本側はなんとですね枠内のシュートを1本だけっていうもう救いのないようなスタッツでですね予選敗退をしてるんですよね。でそんな中でもう本当にひどい状況だったんだけどもサッカー氷河期の中で唯一希望だったのが86年のワールドカップのメキシコ大会なんですよ。この予選でその当時読売サッカークラブヴェルディですよねその宴会部長だった松木安太郎さんで加藤久志さんテクニシャンだった当時のもうテクニシャンだった水沼さんですよね。あと不動のサイドバックの津波さん柱谷兄弟のお兄さんの光一さんでそして今じゃもうほんとちょい悪親父の日本サッカー協会の原さんですよね。で極めつけは日本サッカーの中でプロ第1号の木村和志さんプロ契約してたんだけどねこれ当時ですねそういったチームが作られて当時小学生だったサッカー小僧の俺たちの間ではねもう伝説のドリームチームだったんですよ。で当時の激弱の日本代表が必死になっていろんなところから集めて作ったもうなけなしの人材で作ったドリームチームだったんですよ。でこのドリームチームが当時のその東アジアの強豪だった北朝鮮とか香港とかそのシンガポールこれを次々に下してね最終戦の韓国戦ホームアンドアウェイの2試合を残すだけとなったんですよ。で日本代表が弱いってことはもう俺たちもよく分かってたんだけどその当時のそのサッカー小僧だった小学生の俺たちもこのチームならもうひょっとして韓国に勝ってくれるんじゃないかっていうその
なんていうの、淡い期待っていうのがいやおうなく高まったんですよね。だけど実際に蓋を開けて見てみると、私も親父のそのサッカー部の後輩の人と3人で見に行ったんですよ。だけどその旧国立で行われた第1戦目っていうのが2対1の敗戦で、もこの時点でワールドカップ出場っていうのはほぼ絶望的だったんですね。で、私この試合の後ですね、その直後、親父と一緒についてきたその後輩の人がですね、試合後その勝って喜ぶ韓国の選手たちを見て、こう膝を抱えてうつろな目でですね、ああこのチームでもダメなのか、俺たちって一体何が足りないんだろうなって、こうなんかもう半分死んだ目でつぶやいてたのを本当に鮮明に覚えてるんですよ。ただこの敗戦、この86年の敗戦がきっかけで、日本にもサッカーのプロ化を本当にしなきゃいけないっていう議論が本格的になされて、で90年代に入ると、その当時のね、川口さんかな、今でも日本サッカー協会にいるんですかね、どうやったか知らないんですけども、金をかき集めてきて企業も説得して、その1993年の J リーグ発足となるんですよ。その翌年94年、当時の J リーグの優秀な選手でドリームチーム作って、ワールドカップのアメリカ大会最終予選に臨みます。そこに今の監督である森保さんもそのチームにいたんですよね。でそこでかの有名なドーハの悲劇っていうのが起きて、イラクのオムラム・サルマンっていう選手にロスタイムに同点弾を叩き込まれて、予選敗退となっちゃうんですね。でこの試合、日本人が良くも悪くもサッカーの面白さと怖さと、そして世界挑戦っていうのがですね、日本代表の世界挑戦っていうのがもうこの試合から始まったと言っていいと思います。この試合ね、ドーハの悲劇って言ってるんだけど、私たちその80年代をよく知っているサッカー小僧たちからすると、その西と東のアジアの強豪を集めたセントラル方式の短期決戦の予選でですよ、その中で韓国を倒してよくぞあと一歩までたどり着いたと。今は J リーグもあるし、4年後はもっといろんな選手が出てくるから、もう絶対に次はいけるっていう気持ちだったんですよ。そういうポジティブな気持ちだったんですよ。だけど私たちの周りでは、なんかプロ化しても日本って弱いねとか、日本人にサッカー向いてないよとか、そういうネガティブなことを言う人ばっかだったの。ただもう俺らからするともう本当にちょっと目血走らせて、お前少し黙ろうかみたいなね、そういう気持ちでいっぱいでした。で、今の日本代表、日本人監督を望むなら、現段階では年齢的にもドーハ組のドーハを経験した年代の人しか考えられないんですよ。ただそのドーハ組っていうのは、今も説明した通り、選手たちのピークっていうのは80年代後半だった人が多いんですね。森保さんもそう。だからそういう人が今のブンデスリーガとかね、プレミアリーグで活躍している三笘とか冨安とか、そういう選手にですね、細かく指導して強く言うなんて、もう土台ちょっと難しいんですよ。で、一部の動画にはその森保監督がね、若い選手に指導ができないとか、強く言えないとか、指導力不足とか言ってる人がすごい多いんですよ。多分これ若い人が動画作ってると思うんだけど、でもそれって日本サッカーの進化っていうのが93年以降急激に進みすぎたせいで起きてる問題なんですよ。で、サッカー不遇の時代、冷遇されてた時代を情熱だけで駆け抜けたのが、その松木さんとか津波さんとか木村和志さんとか、そして森保さんなのね。だからこういう動画作ってる若造の人たちはその辺も考慮して言葉を選んで森保さんを批判した方がいいですよっていうことは言っておきます。あんま老害にはなりたくないんだけどね。というわけで現代の日本代表の海外での人気定着とですね、80年代の日本代表とのギャップに毎晩苦しむ友太郎でございました。ご視聴ありがとうございました。